しゃー、港に着いた。しゃー Preparing headset. Hello. シートバッグをつけましょう。上陸。おう、まだ暗い。なんでかって、まだ5時前だからさ。ガソリンを入れようと思ったがシェラまだ開いてない。いや、ついに来ましたね。近くて遠いよ、対馬。対馬っていうのはですね、九州のちょっと左上の方にあるでっかい離れ小島で、博多からねフェリー乗れば4時間ぐらいで来れるんですけど、タラッキーも俺も初めてだよね。初めてですね。というわけで早速行きましょうか。行きますか。5時30分、対馬ツーリングスタート。なんか思ったよりも普通に街っぽいですね。いやー、離島ツーリングはなんでこんなに心が躍るのかな。お、スタンド発見。ガソリンついた瞬間から空っけつなんですけど。あ、ポプラポプラはあったけどガソスタ開いてね早すぎて開いてね。足場さん、これ夕日ですか？これは朝日です。ああ、朝日ちゃんか。朝日ちゃんですよ、これが。朝日ちゃんが髪の毛右縛りで、夕日ちゃんが左縛りですよね。そうですね、ちょっと見分け方はそこですね。そう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 。あとちょっとね、こう釣り目と垂れ目みたいな感じですよね。姉妹双子キャラっつうのはね。おー、なんかすごい幻想的。マジでマジでマジで。朝日ちゃんおはよう。なるほど。そうですね、以上です。てか今の看板見ました？なんて書いてありました？猫ちゃんが警官のポーズをしてたんですけど、どう見ても対馬山猫でしたよ。そういえばですね、今回のツーリングのですね、目標は野生の対馬山猫に会うっていうのが今回の最終目標ですね。ですね。いますかね？いるでしょう。野生動物保護センターみたいなところで飼ってた対馬山猫が亡くなっちゃったらしいんで、あら、もう野生の対馬山猫探すしかないんですよね。とにかく引かないようにだけ気をつけましょう。そうですね、これらがもう握りごけするしかないですね。ですね、もうあれは本当に殺すわけにはいかない絶滅危惧種ですから、フットブレーキフロントブレーキは全握りでいきましょう。 ABS 使っちゃいましょう。あ、またシェルあるね。やった。あれここ開いてんじゃないですか？マジで。開いてる開いてる。わ、すげえ、ありがとうございます。まだ6時なのにいやー、さっきも言いましたけど、やっぱりここ孤島だからでしょうね。ガソリンが高くてびっくりしましたね。だって S 線11リッター入りましたけど2000超えてましたもんね。まあ島なんでしょうがないですよ。島あるあるですよ。いや、この辺もやっぱアマゾンでお急ぎ便頼んでもプラス1日ぐらいかかるのかな。来ないでしょうね都内に住んでる人とかお急ぎ便午前中頼んだら午後来るらしいよ。マジっすか？東京とか早すぎでしょ。早すぎるね。こんなんだかんだ話してるうちにもうあと5分で展望台ですか。早いなぁ。そこで僕の秘密道具初公開しましょうかね。 5.3K だから。 5.3K って考えらんねえ解像度だよね。でかすぎる。この辺りで左に曲がるって言ってますけど、どこだ？滑らんように気をつけてください。はい。あ、到着です。おら。皆さん、これが岡さんの新道具、インスタ 360-1X でございます。360度カメラですね。うお、すでにやばい。すごい、リアス式快感が半端にええ。パンチがパンチサクサク多分初日の出相当越してくるんだよな。開始なのじゃ。開始なのじゃ。はい、次は姫神山展望所でしたっけ？そうですね、姫神山砲台アートがあるらしいですね。そういうのがたくさん残ってるみたいなんで、今日はそういうところも巡っていきましょう。こういうちょっと廃墟感があるところ好きでしょ？好きちょっと怖いところね。そうそうそう、大敗的な感じがいいですよね。昼間行くといいけど夜来ると怖い場所ですよね、大体我々が好きなところが確かに夜は行けないこの辺の対馬の小学校とか中学校はなんかやってそうだよね、肝試し。肝試し絶対やってるって。ここで砲台アートに何か置いてそれを持って帰ってくることみたいな。で、この辺の茂みの傍らで脅かし役はもうスタンバってるみたいな。あら、理想。結構グネグネいきますね、これね。そうですね、思ったよりも。お、これ廃校じゃないですか。本当だ。岡さんの好きな夏いる？夏いる？これは神社。入り口多分この辺にあるはずなんですよね。なんか道が怪しくなってきましたね。これまた車じゃ行けなさそうな。大体我々が行くところはこういうところですね。また音楽が。そうですね、脳内でこんな感じの編集かなっても大体分かってきました、僕。大丈夫かこれ。お、
ここから先はちょっと歩いて行ってくださいってことかな。まあ行けないこともないですけど、どうします？完全にオフロードですけど。もうちょっと行こう、もうちょっと。了解。急風を吐いてからさこういうとこばっかしてる気がするんでねかわいそうな急行。お、越線の水温が102度を突破いたしました。こんな涼しいのに。まあ言うてリッター4キロですからね。よしよしよし。ほらー、いったー。あ、まただ。あそこじゃない？ありました？なんか建物が見える。なんか看板がありますね。そこだけ舗装するんやったらここも舗装しろよってこれ中途半端な仕事やなこれ。確かに気をつけてくださいね。1.5 キロマジか。これちょっとどうするよ。ちょっとどうしようかな。この道 1.5 キロは歩いては行きたくないですね。やめときます。戻るか。A few moments later. これからどこに向かってるんですか？烏帽子岳展望台っていうところに行ってますね。あれですか、タタラバの女首相ですよね。烏帽子様離れってやつでしょ離せわずかな不運を見せびらかすな、その右腕切り落としてくれるってやつでしょよう覚えてますね。いやもうもののけ姫は5億回ぐらい見ましたからねねえ、なんでね、かやにもらった大切な曲の小刀を3にあげちゃうんでしょうね、あれ。浮気ですよ、浮気。浮気をね、あれ兄様って言ってるから、あれ言い名付けでしょ、多分かやって。あ、そうなんですか。あれは兄弟じゃなくて、あれ言い名付けですよ、確か。もうすぐですね、今日ですね、シェルのガソリンスタンドの気のいいおじちゃんに聞いたらですね、もうこの対馬の住民が最も素晴らしいという絶景スポットに向かっております。世界で一番の絶景ポイントは、もう海が近いぞ。鳥居が水中に。本当だ。お、これすげえ、すげえ映える。映えっていいじゃないですかこれ。これ3つ8番だ。わらつみ神社でした。かっこいい。バイ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 。わらつみ神社バイバイ海の中の鳥居から神様が上がってくるんでしょうね。でしょうね。キリスト感ないね、長崎なのに。対馬は本当全然ないですね、そういうのが。ここ左。はいよ。特になんか太陽信仰とかが盛んだったって言われてますね、対馬は。太陽ということはこのお天道様ですよね。前話してた恐ろしどころ、天道法師のお墓と天道法師のお母さんのお墓なのかな。なのになんでそんな恐れられてんだろうね。まあタブーとされてるって書いてありましたね。そんな信仰してたのにね。天道法師のそのお母さんが太陽の光で子供を授かったみたいなこと書いてありましたよ。ほう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 。なんかそんなアニメキャラいたな。それアナキン・スカイウォーカーだ突然妊娠して生まれたんだよね、確か。天道法師は太陽の子ってことなんですよね。宇宙人と関係あんのかなすぐお母さん宇宙人とか言い出しますねそういった伝説とかなんか絶対なんか地球外のなんか干渉を受けたような気がするんですよね、僕。背中がゾクゾクする。さっきでも怖いこと言わないでくださいよなんか連れてきたかな。ここが対馬で一番景色がいいと言われる地元民おすすめの絶景スポットか。行きます。さあ、最近ジムで鍛えたお母さんはどうかな。ジムで40分走り続ける能力を手に入れたお母さんは無敵かもしれない。ああ、もうバテてきた。うわ、その建造物が見えてきたぞ。まあ、さぞかしすごい絶景ポイントが待っているんでしょう。ちょっと景色はまだ見ない。まだ見ない。